本動画は、興味本位の観覧を目的とするものではなく、歴史的な原点資料に基づき、近代日本文学の真相を探求する文学的ドキュメンタリーです。作家の生涯を通じた芸術的昇華のプロセスをたどるものであり、特定の行為を推奨したり、賛美する意図は一切ありません。あなたがもし、誰もが知る権威ある文学賞、例えば、芥川賞や直木賞を創設した大御所作家の姿を想像するとしたら、どんな人物を思い浮かべるでしょうか。立派な書斎にこもり、小難しい古典を読みふけりながら、仲間たちと高尚な芸術や魂の救済について熱く語り合う。世間一般が抱く文学者のイメージといえば、お金の計算よりも理想を重んじる、そうした純粋で少し世離れした姿かもしれません。しかし、今日私たちが資料の奥底から紐解く一人の人物の現実は、そうした綺麗なイメージを根本から粉々に打ち砕いてしまいます。彼の名は菊池寛。日本近代文学の最大のプロデューサーにして、文学をビジネスへと変えた起業家です。今回は菊池寛自身の反自叙伝や同時代を共に駆け抜けた今東光の回想録などの資料を道しるべとします。彼はなぜ荒れた少年時代から文壇のドンへと上り詰めることができたのか。そしてなぜ芸術よりも生活を第一に掲げたのか。教科書には決して載ることのない泥にまみれた生存戦略と天才的とも言えるプロデュース能力の裏側に迫っていきましょう。菊池寛の後年の強烈なまでのリアリズムと金銭への執着。その源泉を探るためには、彼の少年時代を覆っていた極限の貧困という環境に目を向ける必要があります。彼は香川県高松の非常に貧しい下級武士の家に生まれました。その困窮ぶりは凄まじく、父親は彼に学校の教科書すら買ってやれませんでした。そして友達の本を借りて、それを全部手書きで写せと命じたのです。菊池少年はそれが嫌だったと反自叙伝に記しています。この貧困がもたらす閉塞感は彼の精神に深く影を落としました。そして彼は高等小学校時代に友人たちとマイナスという隠語を用いて他人のものを黙って持ち去るという悪事を繰り返すようになります。これは彼が自分の置かれた惨めな境遇から心理的に逃避するため、そして自らの知恵を証明するための極めて危険な社会規範からの逸脱行為でした。美しい少女が桃を盗むのを目撃し、事の重大さに気づいて恐れをなすこともありましたが、ついにその行為は学校の知るところとなります。発覚後、彼は父親から厳しく叱られます。さらに学校では、3等と書かれた黒い札を首から下げて、運動場に出ることを義務付けられました。この経験は、菊池少年の心に決定的なトラウマを刻み込みました。貧しさゆえの惨めさと、学校での恥の記憶。これらが彼に教え込んだのは、綺麗事や道徳だけでは飯は食えない。誰も自分を守ってはくれない。自分の身は自分で守るしかない。という冷酷な現実でした。この瞬間、
彼の中で何かが覚醒したのかもしれません。彼は持ち前の卓越した頭脳を武器に這い上がるようにしてエリートコースへと進みます。東京高等師範学校への推薦入学を果たし、将来を約束されたかに見えました。しかし、彼はそこであっさりと自己破壊的な行動に出ます。個人主義を主張する演説を行い、授業をサボって芝居やテニスに明け暮れた結果、決定的な規律違反を問われ、除名処分を受けてしまうのです。その後、徴兵を猶予されながら猛勉強を重ね、日本の超エリート街道のど真ん中である一高に見事入学し直します。芥川龍之介や久米正雄といった後の天才たちと肩を並べることになりました。ところが、卒業を目前に控えた時期に、彼は再び信じられない行動をとります。親友が女性とのデートに着ていくために他人のマントを無断で持ち出し、菊池にそれを白昼堂々と質入れさせた事件が発覚したのです。寮の責任者に呼び出された菊池は、不在だった親友と前後策を講じるために時間稼ぎとして一時的に罪をかぶりますが、親友が泣き崩れて自白しなかったため、結果として彼が全ての罪を背負い、一高を自主退学することになります。どん底から這い上がり、ようやく掴んだプラチナチケットを、なぜ彼は友人の身代わりという形で自ら手放してしまったのでしょうか。心理学的な視点から見れば、これは単なる無計画な愚行や自暴自棄ではありません。極限の貧困を知り、黒札の屈辱を味わった彼にとって、エリート学校が強要する権威や表面的な道徳、そして型にはまること自体がひどく薄っぺらく嘘くさく感じられたのでしょう。エリートの仮面をかぶって生きることへの強烈な息苦しさ。マント事件で見せた無鉄砲さは、世間のルールよりも友人との絆を優先してしまった極端な思い込みであると同時に、エリートコースという窮屈な場所への息苦しさが生んだ自己破壊的な選択だったと客観的に分析できるのではないでしょうか。エリートコースから完全に外れた彼は、友人の父親からの資金援助を得て、なんとか京都大学の専科に潜り込みます。しかしそこでも、スリにあって1ヶ月の生活費を全額失うという絶望を味わいます。ところがその翌日、以前応募していた検証小説が見事に当選し、賞金を手にして奇跡的に窮地を脱するという数奇な運命をたどりました。どん底の生活から泥臭く文学の世界へと這い上がってきた彼が目にした当時の文壇は、彼にとって到底受け入れがたいものでした。当時もてはやされていたのは、武者小路実篤らに代表される白河派です。彼らは裕福な上流階級の出身であり、芸術こそが思考であり、自己の魂を表現することこそが尊いという芸術至上主義を掲げていました。極貧と屈辱を知る菊池寛からすれば、それは明日のご飯の心配がない人たちの無菌室の芸術に過ぎませんでした。彼は生活第一、芸術第二という強烈なリアリズムを掲げます。崇高な芸術を語る前に、まずは飯を食え。この徹底したリアリズムは、文壇の大御所であった夏目漱石に対しても
容赦なく向けられました。彼は、漱石の代表作、それからについては、読者の興味を釣っているだけで、肝心の事件はつまらない、とし、心についても、どうしてあんなことに数十枚も書かねばならないのか、と一刀両断に切り捨てる姿勢を見せました。今東光の著書、東光金蘭帳には、名作を書くために、家族や自らの生活を犠牲にし、破滅的な生涯を送った作家、葛西善三に対する菊池の痛烈な言葉が記されています。生活あって初めて作品があるんだ。生活が第一だよ。菊池寛は文学を高尚な芸術の祭壇から引きずり下ろし、大衆を楽しませるエンターテイメントとして、そして何より自らが自立して生きていくための仕事として再定義したのです。彼は役に立たないプライドをあっさりと捨て去り、真珠夫人などの通俗小説を書きまくって読者を熱狂させ、自らの経済的基盤を盤石なものにしていきました。ビジネスマンとしての菊池寛の才能は、常軌を逸したスピード感と決断力に満ちていました。松竹との交渉で通常以上の契約である800円を成立させるなど、徹底した利益追求の姿勢を見せています。そして彼の天才的なビジネスセンスが最も輝いたのは、大正12年、自ら雑誌、文藝春秋を創刊した直後に起きた関東大震災でのことです。東京は壊滅的な被害を受け、印刷所も焼け落ち、多くの出版社が日本の文化を滅びたと絶望する中、菊池寛だけは違いました。彼は震災の混乱の最中、いち早く部下に原稿をリュックで背負わせ、大阪へと向かわせたのです。他社が休業する中、大阪で強行印刷された文藝春秋は飛ぶように売れ、1万部を完売。彼は腹を叩いて大喜びしたと伝えられています。危機をビジネスチャンスに変える驚異的な能力です。経済的な基盤と文藝春秋という強力なメディアを手にした菊池は、次にある行動に出ます。それは、才能ある作家たちを自らのエコシステム、生態系に組み込み、文壇全体を支配する高度なプラットフォーム戦略でした。その極めつけが、後のノーベル文学賞作家、川端康成との強烈なエピソードです。毒舌文壇誌によれば、川端は菊池の家にやってくると、感情を表に出さないまま、1時間もじっと黙り込んでいました。そして唐突に、200円いるんです、とだけ不愛想に借金を申し出たのです。普通なら腹を立てるところですが、菊池寛は理由を一切聞くこともなく、大きな財布からお札を出してポンと渡し、借用書も取らずに帰らせました。超合理的なビジネスマンである菊池が、なぜこのような見返りのない資金援助を続けたのでしょうか。それは決して彼が単なるお人よしだったからではありません。菊池寛は作家という生き物の本質を誰よりも深く理解していました。彼にとって天才作家たちとは世俗的な道徳や常識が通用しない世俗的規範から完全に乖離した特異な存在だったのです。社会規範に縛られず自己表現への強烈な衝動を持つ彼らに社会人としての常識を説教しても意味がありません。だから菊池は
彼らを旧来の道徳で縛り付けるのではなく、潤沢な原稿料と安定した表現の場を与えることを選びました。資金を援助し、彼らが作品を発表して生きていける文藝春秋というプラットフォームを提供し続けることで、才能ある作家たちが自然と自分の周囲に集まってくる仕組みを構築したのです。作家たちは自発的にその環境に集い、結果として分断の才能は菊池のエコシステムへと統合されていきました。これは極めて高度なマネジメントであり、現代のプラットフォームビジネスの先駆けともいえる壮大な戦略だったのです。菊池寛の波乱に満ちた生涯。そこから私たちが読み取るべきは、単なる文豪の破天荒なエピソードではありません。彼は、極限の貧困やトラウマ、エリート社会からの転落という挫折を味わいながらも、泥臭く生き抜いたサバイバーでした。そして、誰よりも計算高く、したたかな起業家でもありました。彼が現代を生きる私たちに突きつけるのは極めて実践的な教訓です。綺麗事を並べるだけでは世界は1ミリも変えられない。情熱や理想、崇高な芸術を志すのは素晴らしいことです。しかし、それを世の中に届け、継続していくためには、自立するための実用的で強力な経済的エンジンを持たなければならないのです。泥にまみれ、現実を直視し、自らの経済的基盤を築き上げた者だけが、本当の意味で文化を牽引し、時代を作ることができる。菊池寛の人生は、その強烈な証明です。最後に、皆様に一つ、問いを投げかけたいと思います。菊池寛は後年、芥川龍之介、そして直木35の名を冠した2つの文学賞を創設しました。果たして、究極の現実主義者であり、文学をビジネスへと変えた菊池寛は、純粋に友人の才能を称えるためだけにこの賞を作ったのでしょうか。それとも、天才作家の死という悲劇的な神話すらも利用して、自分の雑誌を売り、分断の権威を強固なものにするための究極のマーケティングツールとして計算し尽くしたものだったのでしょうか。彼の泥臭い生存戦略と天才的なビジネスの軌跡をたどってきたあなたなら、この文学賞創設という美しい物語の裏にどのような真実を読み取りますか？ぜひコメント欄であなたなりの解釈を聞かせてください。このチャンネルでは資料の裏側に隠された人間臭すぎる素顔を紹介しています。実はこんな説もあるといった情報や内容の補足等ありましたら、些細なことでもコメントにてお知らせください。また、この動画が少しでもいいと思いましたら、チャンネル登録と高評価をいただけますと幸いです。